今日、相場も技術もいっぺんに動いてて、朝から情報量えぐいじゃん。ほんとね、最初から振れ幅が大きいわ。じゃあまずは一番未来っぽい話からいくのだ。 NTT が次世代の IT 技術を広げるために800億円規模のファンドを作るのだ。いきなり大きいわね。お金を集めて終わりじゃ意味が薄いものね。日本やアメリカ、韓国の約20社が出資するってかなり広がり方が大きいじゃん。この技術は電力を抑えながら高速で大容量の通信を目指す IOWN なのだ。省エネで早いなら確かに夢はあるわ。でも作るだけじゃ足りないわね。柏の東大施設では電子顕微鏡に機器をつないで東京から遠隔操作できるようにしているよね。高精度な画像データがこれまで1日以上かかっていたのにおよそ30分で送れるようになったのだ。1日が30分って差が極端すぎるわ。研究の回転が変わりそうね。例えば重たい動画を送りたいのにずっと待たされる感じが一気に消えるよね。そうなると実験の往復がかなり楽になるのだ。ただアメリカの巨大企業や中国の通信大手も投資しているから競争はかなり激しいわ。 NVIDIA やファーウェイまで入ってくると世界の関取ゲームって感じじゃん。だから実用化と事業展開をどこまで早く進められるかが勝負なのだ。技術がすごいだけでは足りないのね。使える形にして広げる力がいるわ。ねえ、こういう技術ってまずどこで使えるようになると一番ワクワクすると思う？僕は離れた場所を一気につなぐ研究や医療の場面が浮かぶのだ。私は遅れが困る仕事ほど恩恵が大きそうだと思うわ。アーシは配信とか映像の待ち時間が減るならかなり実感しやすい気がするじゃん。次は相場の方なのだ。東京市場がかなり揺れたのだ。下げ方が大きいわね。数字を見るだけで落ち着かないわ。日経平均は一時1800円以上下がって6万3000円を割り込んだんだよね。ここまで広く売られると空気が一気に冷えるわ。背景にはイラン情勢が再び悪化するかもしれないという懸念があるのだ。アメリカが追加の自衛攻撃を始めたって発表したから不安が強まったんだね。原油の先物価格も上がっているから株だけじゃなくて全体が警戒モードね。先物は先の受け渡しを今のうちに決める取引みたいなものなのだ。だから原油が上がると燃料代の見通しまで気になって売りが広がるわけじゃん。市場って別の場所の火種でもすぐ反応するのね。市場関係者は投資家がリスクを避ける動きを強めていると話していたのだ。ホルムズ海峡が完全に封鎖されたって主張まで出てるしかなり太うメーカーあるじゃん。あそこが止まると原油の流れに直結するもの警戒するのもわかるわ。例えるなら学校への通り道の橋が揺れてるって聞いたみたいな感じなのだ。これ視聴者もまず家計への影響を気にするんじゃない？アーシはガソリン代が真っ先に浮かぶじゃん。私も電気代や移動の値段が先に気になるわね。市場の数字が動くと暮らしの空気まで揺れるのだ。海の向こうの市場もかなり荒れていたのだ。ニューヨーク株式市場でもイラン情勢の悪化懸念が広がったよね。ダウ平均は953ドル33セント安で49,918ドル78セント5万ドルを割り込んだわ。950ドルを超える下げはかなり重い動きなのだ。ナスダックも500ポイント余り率でおよそ 2% 下がってるじゃん。ハイテクまで弱いと見ている側もため息が出るわね。トランプ大統領がイランへのさらなる攻撃を示唆したことがきっかけなのだ。その一言で一気に警戒が強まるよね。市場って敏感じゃん。しかも12日に上場予定のスペース X 株を買うために半導体株を売って資金を作る投資家もいると見られているわ。つまり何かを買うために別の持ち株を手放す動きも重なっているのだ。欲しいものを手に入れるために別のカードを切るって感じだよね。情勢だけじゃなく資金のやりくりも絡むから複雑ね。だからハイテク株も含めて売り注文が出やすい局面になっているのだ。こういう時って原油の方が先に落ち着くのか株の方が先に戻るのか気になるじゃん。原油が高止まりするとまだ揺れやすいかもしれないわ。数字だけ追うと冷たく見えるけど
裏ではみんなかなり慎重に動いているのだ。ここでちょっと豆知識なのだ。企業で実は会社だけのことじゃないのだ。そうなの？営利を目的に計画に沿って経済活動をする主体のことを広く指すのだ。個人商店も入るのだ。へえ、アーシュラが思ってるよりずっと広いじゃん。日常で会社って言いがちだけど、企業の方が広い言葉なのだ。その言い分、ちょっと賢く聞こえるわね。日本では企業のほとんどが中小企業で、2016年時点では約 99.7% だったのだ。そんなに多いんだ。100年以上続く企業も約2万6000社あるって、地味にすごいよね。続ける力って派手さより強さが出るのだ。今日は未来の通信と相場の揺れが対照的だったのだ。概要欄にリンクもあるから、細かいところはそっちも見てみてね。気になった数字があったらコメントで教えてね。それじゃあまた次回なのだ。